皆さんこんにちは。カーライフジャーナリストの渡辺陽一郎です。本日はアクロを走るためのタイヤをチェックしてみたいと思います。ブランドはダバンティのテラトゥーラ MT です。ダバンティというのはイギリスのタイヤのブランドになります。でテラトゥーラというのはアクロ向けのタイヤということで、 MT というのはマッドテレーン、つまり泥の道などを走ることができるタイヤということになっています。こちら車両はですね、150型のランドクルーザープラドオフロードモデルですね。これに装着して試してみたいと思います。そして具体的にこのテラトゥーラ MT、見てみたいと思いますが、かなりオフロードタイヤですので、接地面がですねかなりゴツゴツしたデザインになっています。そして注目されるのがこのショルダーと呼ばれるこの部分のところがサイドウォールという側面のところまで張り出したトレッドパターンがあって、さらに溝も取られているっていうようなことでしっかりとグリップをさせる。でさらに深めのグルーブが通っていて、タイヤをセルフクリーニングなんて言うんですけれども、泥道を走るとどうしてもタイヤが目詰まりをするわけなんですが、それを走りながら外側に吐き出してですね、それでアクロを進んでいくことができるという、そういう作りのタイヤになっています。典型的なマッドテレーン、泥道を走れるタイプのタイヤというふうに言えると思います。それからアルミホイールですね。でこれもオフレッサーというタイプがついていて、ブラックでなかなか精悍なイメージです。テラトゥーラ MT の世界観に合ったデザインになっています。このタイヤとこのオフレッサーのホイールをこのランドクルーザープラドに装着して、それで舗装路の街中、それから高速道路、そしてオフロードという具合に3つのステージを使って実力をチェックしてみたいと思います。今走っているのは街中です。あくまでもこのテラトゥーラの MT というのは基本的にはアクロ向けのタイヤということになります。そのために若干ですね、ロードノイズなんていうんですけれども、タイヤが転がる時に発する音は聞こえるんですけれども、でもそれはそんなに気になる音ではないです。そして割と気がつくのがですね、乗り心地がマイルドに感じられることです。タイヤのトレッド面が比較的柔らかいんでしょうね。あまりゴツゴツした乗り味ではなくて、街中の細かな凸凹を通過したような時でも上手に乗り越えて吸収してくれます。そして快適な乗り心地と合わせて感じるのがですね、ハンドルの操舵感です。細かな修正を操舵をちょっと今してますけれども、こういう動きをした時にもですね、それなりに車が操舵角に応じて、ステアリングの操作に応じて、反応してくれるので、運転操作もしやすくなっています。乗り心地も穏やかですし、それから操舵に対する反応も自然なので、街中を長時間走るような時でもさほど疲れることはないだろうな。要は普通のタイヤ、標準装着されているタイプのタイヤと同じような感覚で、アクロ向けのこのタイヤを履きこなすことができるということが言えると思います。それではダバンティのテラトゥーラ MT で高速道路の流入のランプウェイに入りました。この辺りのステアリングの操舵感は自然な印象です。特に反応の鈍さとかですね、それからグリップ性能の不足みたいなものは感じさせません。それから今、高速道路に入りました。時速80キロ弱ぐらいのところで走ってるんですけれども、街中ではですね、速度がゆっくりなもんですから、ロードノイズがタイヤの回転に合わせて感じたんですけれども、今高速道路に入ると速度が高まってくるので、低速域で感じた音のムラがですね、平準化されて気にならなくなってきます。高速道路長い間巡航するような使い方にはこのタイヤは合ってるのかなというふうに思います。それからアクロ向けのタイヤですんで、舗装路向けに作られたタイヤに比べれば当然直進安定性は下がってくるんですけれども、それの違和感というのはほとんど感じないですね。こういうふうにレーンチェンジをした時も反応の鈍さはなくてですね、とてもナチュラルに自然な感じで反応してくれます。そんなに神経質になって、走る必要はないかなという感じがします。これは街中でも感じたことなんですが、アクロ向けのタイヤなんですけれども、アクロに強い、そしてなおかつ舗装路もごく普通のタイヤとして機能するというあたりが日常的に使いやすい、実用性を伴
伴ったマッドテレーン、悪路向けのタイヤということが言えると思います。ダバンティテラトゥーラ MT に試乗してまいりました。一般道、それから高速道路、そしてオフロードというふうに走ったわけですけれども、やはり一番印象に残るのは当然ながらオフロードになります。走行のモードは副変速機はローモードに入れて、センターデフはロックした状態で、今一番悪路に強い状態で走っています。かなり今回は雨が降ったんでしょうかね、かなりぬかるんだところも多かったんですけれども、駆動力の伝達効率は結構高かったように思います。このように結構目詰まりはしてるんですけれども、外側のところはやっぱり吐き出しながら走るということで、結構悪路の走破力、特に銘柄に示す通りマッドテレーンで泥の状態で走るという能力については長けてるなというふうに思いました。そして特にマッド以外の場所、かなり凸凹の激しいところも走ったんですけれども、そういったところでも駆動力の伝達効率は高いので、劣悪な条件、日本の林道など自然なところでは、多分ここまで、劣悪な条件はないだろうなというところを試してみましたけれども、かなり優れた走破力を発揮しました。それからもう一つ、街中、それから高速道路ですけれども、乗り心地がですね結構良かったのが印象的です。路上の細かな凸凹を上手に吸収してくれて、でなおかつ段差のところの衝撃の吸収力もなかなか高いので、リラックスして走ることができました。この手のオフロード SUV は悪路を走るために足回りの伸縮性があって、そのために、ゆったりとした乗り心地になるのが、車種として多いんですけれども、その特性に合ったタイヤだなというふうに感じました。それからあとオフロードタイヤですと、例えばハンドリングがですねちょっと鈍く感じたりする場合もあるんですけれども、そういったところもあまり感じさせず、オンロード用の、あるいはマッドテレーンまでいかないオールテレーンの全天候型のタイヤと同じような感覚で走れるというところが特徴であったと思います。で今は SUV がとても人気が高いです。こういったランドクルーザーのような、あるいはジムニーとか、そういった車の人気が上がってきています。でそういったオフロードモデル、悪路向けの 4WD に、乗る場合には本格的なオフロードタイヤというのはかなり親和性が高いというか、相性がいいように感じます。悪路向けのオフロード SUV に乗る人にとっては、テラトゥーラマッドテレーンのようなタイヤというのは購買意欲が高まるんじゃないかなというふうに思いました。それからもう一点、見た目もですねなかなかかっこいい。マッドテレーンですんで、こういったかなりブロックがはっきりしたデザインなんですが、外観的にもですね結構おしゃれな感じがありますから、特にこのランドクルーザーのようなオフロード SUV、悪路向けの SUV を乗ってる人には、愛車を見た時の満足感みたいなものを高まるのかなという気がします。それから価格設定についてなんですけれども、1本あたりの価格が22,430円。これはこういった悪路向けのですね本格的なタイヤとしてはかなり割安な設定になっていますので、非常に良心的で馴染みやすいオフロードタイヤと、価格の面でも親しみやすいオフロードタイヤということが言えると思います。